今って正しい知識を持っている人よりも発信の仕方が上手い人の情報の方がよりたくさんの人に伝わる。ドキュメンタリーを見る、 YouTube の動画を見る、そのどれよりも本が勝っているなと思うことがあって。皆さんこんにちは。今日もセアジャパニーズポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。皆さんは最近本を読んでいますか？もし読んでるとしたら、どんな本を読んでいますか？そしてもし読んでいないとしたら、最後に本を読んだのはいつですか？私は本を読むのはすごく好きなんですけれども、もっと本を読みたいなと思いながら、なかなか読めていなくて、で、私みたいな人は結構多いんじゃないかなと思います。1年に1回だけ本を大量に読む時期があるんですけれども、それがおばあちゃん家に行く時です。もしかしたら私のVlog を見てくださった方は、私のおばあちゃん家がどんな家なのか、どんな環境なのかわかると思うんですけれども、おばあちゃん家って長野にあって、長野の山の中にあるんですね。本当に山の中で、一番近くのスーパーまで車でまずは山を降りて、そこから20分、30分運転してみたいな感じなんですけれども、すごく自然に囲まれているので、私は毎回行くたびにデジタルデトックスっていうのをやるんですね。その時は LINE とか WhatsApp もほとんど使わないで、もちろん Instagram とかソーシャルメディアは一切開かないので、本当に一日の中で携帯を使う時間が1時間以内なんですね。以前、ポッドキャストで、ドゥームスクローリングがやめられないけど、最近やめられたっていう話をしたんですけれども、その時にもちょっと話したんですけれども、そういう自然の中にいて、こう家族と一緒にいる時って、そういうデジタルデトックスがすごくやりやすい環境なんですね。で、ただ、そのデトックス中って本当に暇で、やることがないんですね。その田舎だし、しかも家族とおじいちゃんおばあちゃんとかと一緒にいるわけだから、出かけるっていうこともそんなになくて、本当に暇なので、だから片っ端から本を読むということが多いです。一日で一冊読み終えちゃうこともあるくらいよく読みます。で、ただ、多分日本の本ってかなり外国の本より短い気がしていて、小説とかでも英語の本ってすごく分厚くて文字がたくさんある感じですけれども、例えば私が今持ってる本はこんな感じ。中の字の大きさはこれくらいなんですけれども、全部で381ページですね。これって少ないですかね。よく外国人の友達が本読んでいるのを見ると、本当に大きくて分厚い本を1ヶ月くらいかけて読んでいる感じがしますけれども、まあ、いずれにせよ、もうこの1週間おばあちゃん家にいる間に6、7冊読んでしまうこともあります。おばあちゃん家ってそういうふうに自然に囲まれているっていう以外にも、おばあちゃんもお母さんもお姉ちゃんも本が好きなので、こう影響されて読みやすい環境でもあるんですね。自分で本を借りに行かなくても、すでに家に本がたくさんあるので、人が借りたり買ったものを片っ端から借りていくっていう感じで、しかも、まあ大体好みが似ている。みんな女性の作家が多くて、で、エッセイとか人間模様を描く小説が多いんですね。でも、年代別にもちょっと違いがあって、それがまた面白いんですけれども、例えば姉がよく読んでるのは、若者、学生とか、社会人とかのストーリーで、例えば恋愛結婚観とか、仕事の話とか、若者の
人生のあれこれが多くて、で、おばあちゃんは逆に年が結構上の方のエッセイとか、あとは就活って言って、あの日本の文化に慣れてない人からしたらちょっと不謹慎に思うかもしれないんですけれども、就活って普通仕事を探すことを言いますけれども、その就っていう字を終わるっていう字に変えて、人生を終わるための活動っていう言葉があるんですね。こう、そろそろ人生が終わるかもしれないなと思っている人たちが自分で身の回りのものを片付けたり、お葬式の準備をしたりするんですけれども、おばあちゃんは時々就活をしている人たちのエッセイとかを読んでいる気がします。で、母は逆に認知症の母を世話する話とか読んでいて、おばあちゃんは全然まだ認知症とかじゃないんですけれども、多分将来のために準備とかしているのかなと思って、こう読んでる本がその人の興味とか人生のタイミングを表しているのってすごく素敵だなって思っているんですけれども、まあこんな感じで本にあふれた生活っていうのを1年に1回はするんですけれども、その他の時は全然読まないっていうこともあります。やっぱり今って頭を使わずに簡単に消費できるコンテンツで溢れているので、こソーシャルメディアとかショートビデオとか、ネットフリックスの短いシリーズとか、シリーズものとか。で、それに比べて本ってかなり集中力がいるし、話が進むスピードもゆっくりなので、忍耐力っていうものも必要だったりするので、日々の生活の中で仕事して、家事して、友達と会って、趣味もいろいろ頑張って、わーっていろんなことして、はあ、疲れた。じゃあ、本を読もうっていう気になかなかなれないことが多くて、逆に毎晩本を読んでる人たちとかは、まあその人たちにとってはもうそれが習慣になっているので、もしくは本を読むのが本当に好きで、全然苦じゃないっていう感じなのかなとは思うんですけれども、毎日のように本を読んでる人たちにはビッグリスペクトがあります。一つ私が気になっていることは、あの、ストレスが多かったり、余裕がない時こそ、ストレス発散できるような落ち着くことっていうのが私、なかなかできないんですね。その、本を読むとか、ヨガをする、ゆっくり朝ごはんを食べる、日記を書くとか、そういうメンタルヘルスにいいとされていることって、すでにメンタルの状態が良くて、心がすでに落ち着いてる時にやるのは簡単だけど、そうじゃない時に、ああ、もうイライラしてる。やだ。よし。じゃあゆっくりヨガをしよう。ゆっくり本読もう。とかいう気になれなくて、結局、携帯とか、その簡単なネットフリックスのドラマとかを見て気を紛らわしてしまうんですけれども、皆さんこれはわかりますか？本当はそういうストレスがあって余裕がない時こそ、そういったことをするべきだと分かっているんですけれども、結構難しいんですよね、これが私にとっては。で、唯一、ランニングだけは怒っていても悲しくても、ストレス溜まっていても余裕がなくても、どんなメンタル状態でもできるので、私はストレス発散はランニングでしていますが、皆さんはどうですか？ストレスがすでに溜まっている時に、ストレスを発散するための落ち着いたことをできますか？まあ、というわけで、ここまで本を読んでいない言い訳をブツブツ言ってしまったんですけれども、まあ、そもそも読書をする必要ってあるんですかねっていう質問もそりゃありますよね。本を読むのは何かにいい、体でも頭でもいいってよく聞くけど、本当に効果があるのか、
ちょっと気になったので調べてみました。私は結構何でも科学的な根拠に頼る性格なので、ちょっと面白そうなページを見つけたんですけれども、読書がもたらす10のメリット、科学的根拠とデータで解説っていうのをちょっと皆さんとシェアしますね。では、まずメリット1つ目。ストレスを68%軽減する。すごいですね。わずか6分間の読書でストレスレベルが68%低下しました。これは音楽鑑賞、コーヒータイム、散歩を上回る結果でした。正直私だったら散歩の方が身体的に動いた方がいいのかなっていう感じがありますけれども、ここに書いてあるのは、読書をすると心拍数が低下し、筋肉の緊張がほぐれて、心身ともに心と体一緒にリラックス状態に入る。なるほどね。次にメリットに、認知症リスクを35%減少させる。うん。これはアメリカの研究所が長い間、研究を続けて出た結果のようですが、まあでも確かにこれはそうだろうね。やっぱり脳って動かしてトレーニングし続けないとどんどん弱ってくると言いますので、それこそ今、ショートビデオとかばかり見ている現代人の脳がどんどん腐ってきているっていうのはよく言われていますよね。ここに書いてあるのは、読書は脳の様々な領域を活性化させます。文字を認識する視覚、言葉の意味を理解する言語、物語を想像する前頭葉、感情を処理する扁桃体など多くの脳領域が同時に働きます。この脳の総合的なエクササイズが認知機能の低下を防ぐらしいです。次、メリット3。語彙力と表現力が向上する。まあ特に子供の時に本をもっと読みなさいって言われるけれども、多分その理由はこの語彙力とか表現力と、あとは次のメリット、共感力と社会性が向上する。もう一つ、想像力と創造性。想像力は imagination、創造性は creativity が向上する。そして論理的思考力が向上する。ここら辺が子供の時から本をたくさん読んだ方がいいって言われている理由ですよね。あとは集中力と注意力が強化される。これは本当にそうですよね。私も本読んでる時、こう一行読んでる間に他のことを考え始めてしまって、で、1ページ読み終わった後に、なんだっけ1ページ読み終わってめくってるんですけれども、めくって次のページ見たら何の話してるのか全然わかんなくて、あれ今まで何の話してたんだっけって言って読み返してみると、実は全然読んでなかったっていう風に、すぐに心がどっか行っちゃったり、あとは10分ぐらい読んでると、携帯をチェックしちゃったりするんですよね。恐ろしい。で、ここにも書いているように、集中力、注意力、持続的注意力っていうのは鍛えることができるらしいので、そうですね、それも脳が腐るとかいう話と一緒ですけれども、SNS、ソーシャルメディアばかり使ってると、どんどん集中力が落ちてしまうので、こういう本を読むとかいうことで、それを取り戻すことが取り戻せるかもしれないということですね。あともう一つは自己肯定感が向上する。これは面白いですね。本を読み終えた時の達成感、新しい知識を得た時の充実感、共感できる登場人物に出会った時の安心感。これはすべて自己肯定感を高める要素です。なるほどね。
確かに本を読んでると、あ、こういうふうに感じてるのって私だけじゃないんだとか、こう、感じるべきではない感情、例えば嫉妬とか、ちょっと意地悪な考え方とか、こういうのは考えない方がいいんだとか思いがちですけれども、本読んでると、あ、みんな結局そういうこと考えてるんだ。人間だもんね、みたいな感じに思えたり、あとは逆に自分とは全然違う境遇の人の本を読んで、あ、こんな考え方があるんだとか、こんな自分はすごい偏見を持っていたんだっていうことに気づくこともできるのは本の素晴らしいところですよね。まあでも今挙げたようなメリット、本のいいところって、まあ、すぐに効果が直接感じられるわけではないと思うんですけれども、私は最近、あ、本当に本を読むのは大切だな、本を読む必要があるなと実感したことがあって、というのも最近、ポッドキャストで日本の政治とかフェミニズムの歴史とか死刑の賛否とか結構難しい社会問題とか歴史政治をテーマとして扱ってきていて、でもちろん自分の知っている範囲で適当なことを話すような薄い内容にはしたくないので、かなり下調べをしているんですね。で、下調べっていろんな方法がありますよね。ウェブサイトを見るとか、ポッドキャスト、他の人のポッドキャストを聞くとか、ドキュメンタリーを見る、YouTube の動画を見る、そして本を読む。で、まあ、たくさんの方法がある中で、そのどれよりも本が勝っているなと思うことがあって、それが情報量、知識の量なんですね。それは小説というよりかは、そういった勉強するための本に限った話ではありますが、そういった本って読み終わるのに少なくとも4時間、長いと10時間以上かかりますよね。で、それに比べて、例えばさっき私が読んでいた読書の効果のウェブサイトは、一番上に読み終わる時間の目安8分って書いています。なので、ウェブサイトって一つ10分以下だとしたら、10ページ読んだとしても1、2時間で、ドキュメンタリーもだいたい1時間とか1時間半。もしシリーズで読んだとしても、もしシリーズで見たとしても30分かける5で2時間ちょっととかですよね。で、しかもこういったウェブサイトとかドキュメンタリーって、やっぱり結局はエンターテインメントを考えないといけないので、その情報を全部言おうというよりかは、要点をまとめて、視聴者が興味を持ちそうな内容に絞って、しかもそれを面白そうに発信するっていう風にやっているので、で、逆に本を読んでいるとよく中心のテーマから少し離れた話題でもものすごく詳しく説明していたり、あとは背景となる知識もちゃんと詳しく取り上げられていて、一つの本の中に詰まっている情報の量が他のメディアとは比べ物にならないなって気づいたんですね。例えば、以前、日本のフェミニズムの、ポッドキャストを作った時に、日本のフェミニズムの歴史の本を読んでいたんですけれども、作者自身がその歴史の中心で生きてきた人だったので、デモが起こった時に、実際に何を経験したのか、何があったのかを彼女自身の目で見たことを話していたり、他の有名なフェミニストとお茶した時に聞いた裏話のようなことも知れたりして、一つのテーマをものすごくいろんな方面から
見つめ直すことができるっていうのが本の強さだと思うんですね。ところで皆さんは日本語で本を読みますか？もし挑戦してみたいけれどもまだちょっと難しそうだなと思っている方は、ぜひ私が経営しているさやジャパニーズスクールで1対1のレッスンで文法や語彙を身につけてみてください。最近さやずに塩先生という新しい先生が入りました。新しいといっても塩先生はすでに資格も経験も、十分にある方で、私は彼女の模擬授業を受けたんですけれども、もう授業の内容は知っていることなのにすごく楽しくて、こう自然に笑顔になってしまっていたんですね。でその楽しさっていうのがもちろん彼女の明るい性格のおかげでもあるんですけれども、それよりもこう例えば何かわからないことがあった時に、これがわかりません、あ、答えは A ですっていうふうにそのまま教えるんじゃなくて、これがわかりませんって言ったら答えにたどり着くまでに先生がいろんな質問を聞いて、生徒がいろんなことを考えさせられて、で最後に答えに行き着くみたいな感じで、こう普段あんまり納得いかないけど、まあそういうことだからこれで覚えようって思っているようなこともちゃんと詳しく説明してくれる先生なので、特に文法もしくは JLPT、 そして語彙の練習と会話を合わせてやりたいなと思っている人にはとってもおすすめです。キャプションにリンクを載せておくので、ぜひ塩先生とのトライアルレッスンを受けてみてください。前々回は死刑の話をしましたが、その時も死刑の本を数冊読んで、で、死刑の話をした時に、今回のエピソード作りは本当に楽しかったって言ったんですけれども、それもその最初に本を読む前、死刑について私の頭だけで考えた時は、まあ死刑を考えるには4つぐらいの要素があって、その要素をそれぞれ2側面、賛成か反対かで考えていた感じなんですけれども、一度本を読み始めるとそれが本当に複雑なテーマだっていうことに気づいて、要素が10個ぐらいある要素を10側面ずつぐらいから見るみたいな本だったので、こう読んでる私ももう新しい意見があるたんびに、あ、そっか、それもあったのか、じゃあこうなのかな、で次にまた新しい意見にあって、あ、でもそっか、これは違うのかみたいな感じに自分の中でもどんどん見方とか自分自身の価値観とかも変わっていったんですね。で、こういった体験をすることってものすごく大切だなと思っていて、というのも私はインスタグラムとかでありがたいことに日々私のコンテンツを見てたくさんの人に見ていただいているんですけれども、まあ、たくさんの人がいろんなコメントを残すんですね。で、それを見ていると、なんて本当にたくさんの人が背景とか他の見方とかを全く考えずに、完全な思い込みでいろんな意見とかを言ったり、他の人の意見に怒ったりしているっていうことに日々気づかされるんですね。そもそも私がインスタグラムとかで上げる動画ってショートビデオなので、100言いたいことが100あるとしたらそのうち5くらいしか喋れないので、見てる人もそれを知って自分は全体像を全然知らないんだっていう前提を持っておくべきだと思うんですけれども、でもそうじゃない人が本当にたくさんいて、その毎日毎日何十人もの人がものすごく強い思い込みとか決めつけで喋り合っているのを見て、
恐ろしいな、思い込みって恐ろしいなって思ったんですね。まあもちろんソーシャルメディアなので、こう、普通よりもそういった側面が強く出ているっていうこともありますし、まあどの時代にもそういった思い込みで話している人って一定数はいるし、そしてどんなに自分はそうしないように気をつけているって思っていても、まあ、ほとんど全員の人がある程度思い込みで話してしまうっていうことはあると思うんですけれども、私は今、ソーシャルメディアがものすごく盛んな時代に、視野が狭い人が増えている気がするんですね。というのも、今って誰でも簡単にコンテンツを作れてしまう時代ですよね。携帯さえあれば、携帯の目の前で話して、投稿して、すぐにたくさんの人に届く。つまり、ちゃんとした知識がなくても、ちゃんと調査をしていなくても、自分が知っている、自分が思っている範囲内で、あたかも全て知っているように話して、それが不特定多数の人に影響を与えるという状態ですよね。むしろ、ちゃんと研究している学者さんとかは、ソーシャルメディアのショートコンテンツとかより、本とか学術的な雑誌とかで発表することが多いので、その人たちの声の方が届きにくい。研究を重ねて、根拠のある正しい知識を持っている人よりも、発信の仕方がうまい人の情報の方が、より多くよりたくさんの人に伝わるっていう時代なんですよね、今って。例えば、ポッドキャストを作っている私が言うのもなんですけれども、私は一応、ポッドキャストを作る前に、自分で勉強する、本を読んで勉強するっていうふうに心がけていますが、それでも私は例えば10時間かけて調べても、結局、1時間以内のポッドキャストを作るために、10時間かけて調べて学んだことから、私がいいと思ったこと、私が面白いと思ったこと、私が賛成していることを無意識でも意識的にでも選んで使っているわけですよね。だから、みんながみんな、そういった手軽に入手できる情報で、しかも正しいかどうかもよくわからない情報ばかりを消費して、それを自分の知識として身につけて、他の人と話し合ったりしているっていうのは、すごく危険な状態なのかなと思っていて、もっと批判的な思考力を身につけるべきなんじゃないかなと考えています。もちろんその批判的な思考力っていうのは何でもかんでも批判するっていうのはそういう人はもう十分にいますけれども、その何を聞く、知る、学ぶであれ、まずは自分は何も知らない、自分は全然知らないっていう前提を持って、その上で何か新しい情報を聞いたら、その人の言ってることをまずは一旦は疑う。で、その真相を確かめるために、他のクリエイターの話を聞きに行くんじゃなくて、その時にぜひ本を読んでほしい。本を読んで、さっき言ったように10の要素を10の側面から見て、そうしてから自分の意見を持つっていうのが理想なんじゃないかなって私は思っています。もちろんいつもそういうことをするのは難しいので、ドキュメンタリーがあることも素晴らしいし、ショートビデオで要点を伝えてくれるクリエイターさんたちも素晴らしいと思うんですけれども、それを消費する私たちは、もう少し懐疑的に、もう少し批判的になった方がいいんじゃないかなって私は思っていますね。はい。皆さんは
どう思いますか？というわけで、結論から言うと本は読んだ方がいいと思うんですけれども、最後に、私がおすすめしたい本とか作家を紹介します。私はやっぱり海外に住んでいると日本の本に直接、あの、日本の本を直接買いにくいので、もうずっと Kindle で、読んでいます。最近読んだ本で気に入ったものを紹介していきますね。まずは、このポッドキャストでも何回か言った死刑の話の時に読んだ2つの本が、死刑について、平野啓一郎。実はこの本は、フォロワーさんにおすすめされて読みました。私が、ポッドキャストを作る前にインスタグラムで死刑について話すけど、どんなこと知りたいって言ったら、この本いいんですよっておすすめしてくれた人がいて、読んだのが一つと、もう一つ読んだのが、死刑について私たちが知っておくべきこと。作者が丸山康弘さん。そして、さっき言ったフェミニズムの歴史の、エピソードを作った時に読んだのが、一つが上野千鶴子さんのフェミニズムが開いた道。上野千鶴子さんってもう日本で最も有名なフェミニストの一人なんですけれども、彼女の書く本は結構トゲというか、あの、結構いろんなことをはっきり言うので、かなり辛辣な時もあって面白いです。もう一つフェミニズムの本があって、こっちはかなり詳し勉強的な本なので、ちょっと読むのが大変ですけれども、挑戦したかったら、ぜひ挑戦してみてほしいのが、日本のフェミニズムですね。作者が井上照子さん。これは日本のフェミニズムの歴史を結構詳しく知ることができます。で、ここからは、私が面白いと思って、仕事のためじゃなくて読んでいた本ですけれども、まず最近ハマっているのは浅井亮さんで、この人普通の小説も書くんですけれども、私が好きなのはエッセイで、エッセイってまあ自分の人生のことを書くわけですけれども、もうとにかく表現が面白くて、ものすごい奇抜な人生を歩んでいるかっていうと、結構まあ普通な人生だとは思うんですけれども、その話し方がものすごく面白いので、エッセイなのに読んでいてずっとケラケラ笑ってしまう、そんな本です。もう一つ面白いのが、これは本じゃなくて漫画なんですけれども、豆吉まめこさんという人の漫画で、この人は元ニートって言って仕事をせずにずっと家にいる人で、今は漫画家なんですけれども、これも本当に面白くて、なんか、それこそストレスが多くて余裕がない時にこれを読むと、ああ、そんなに頑張らなくていいや、もうちょっと気楽にやっていこうみたいな感じに思います。もう一つ面白いエッセイなんですけれども、さくらももこさんのエッセイ、全体的に面白いです。さくらももこさんって、ちびまる子ちゃんの、作者で、彼女のエッセイもすごくゲラゲラ笑っちゃうタイプの面白い話です。あと、最近読んだのは、最近普段は読まないようなものを読んだんですけれども、それが、君は赤ちゃん、川上美恵子さんの本で、これは作者が妊娠して出産して子育てをする、その初めから今までをかなり詳しく書いている本なんですけれども、なぜこれを読んでいるかっていうと、私は子供を欲しいという思いがあまりなくて、で、ただ子供を産む女性はものすごいすごい人たちだと思っているので、
もっと彼女たちのことを理解したいなと思って読んでみたんですけれども、これが結構面白かったです。面白かったというか、妊娠中の体の変化とか本当に大変なんだなっていうのを分かったので、それこそこういう本を読んで自分とは違う境遇にある人たちのことを理解できるっていう素晴らしい体験をしました。え、今ちょっとすごいことに気づきました。実はある本が私重すぎて読むのを途中でやめちゃったんですね。その話が30代、40代の女性2人で、1人はシングルマザー、もう1人は結婚もしてないし子供もいない。で、2人は姉妹なんですけれども、親が確か虐待をしていたとか、親がアルコール中毒とかで暴力を振るっていたとか、ちょっと詳しいところまで忘れちゃったんですけれども、恋人もいないし、で、30代になって卵子を凍結するかどうか迷い始めてみたいな、結構重い内容だったので、私途中で読むのやめちゃったんですけれども、今この作者とさっき説明した「君は赤ちゃん」っていう本の作者が同じだったことに気づきました。知らなかった。あんな、生き生きとした赤ちゃんを育てる話をする人がこんなにズドーンと心に来るような重い話を書けるんだ。すごいですね、作家っていうのは。そしてインスタグラムとかでも何回も言ったんですけれども、私の一番のお気に入りの作家は湊かなえさんです。もう彼女は本当にすごい。彼女の話こそ本当に重いし、こう目を塞ぎたくなるようなというか耳を塞ぎたくなるような話もあるんですけれども、ちょっと私の言葉で説明しても良さが伝わらなさそうなので、ぜひ読んでみてください。英語版もいくつか出ています。そしてまだ読んでいないんですけれども、今後読みたい本が原田マハさんの総理の夫っていう本です。日本人からすると総理の夫って聞くとちょっと混乱しますよね。その日本人にとって今こそ、総理大臣は女性ですけれども、これまで一人も女性の総理大臣がいなかったので、総理って聞くと男性を思い浮かべる。だから男性の夫、じゃあゲイとか結構混乱しちゃうと思うんですけれども、これは女性の総理の夫の話、つまりファーストジェントルマンの話なんですね。ちょっとこれまだ中身全然読んでなくて何も言えないんですけれども、読んだらどこかで感想をお伝えします。はい。というわけで、だらだら話してしまいましたが、皆さん、もし最近本を読んでいなくて、読みたいなと思っていたら、このポッドキャストを聞いて、ちょっと読むきっかけになったら嬉しいなと思います。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!